皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。この番組は秋葉原第一スタジオからお届けしています。この番組のご案内役 MC の山崎純一郎でございます。週末はカジュアルな話題をお届けします。今日は音楽の宝石箱シリーズとして特別ゲストをお招きしています。有馬智明さんです。有馬さんはシンセサイザーの専門家として YMO のマニュピュレーターの松武秀樹さんのアシスタントとして活動したり、堤恭平さんのアシスタントだったりした経歴があります。有馬さんこんにちは。こんにちは。今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。今日はですね、音楽史音楽史、はい、音楽史といっても、歴史のような難しい話ではなくて、はい、普段身近に聴いている音楽がどうやってできたんだろうっていう、誰が作ったんだろうっていうことを探っていく中で、行き着いたところがあるんですね。ほう、源流ですね、それはもういわゆるバタフライエフェクトですね。それを行き着いたところがグーテンベルクなんですね。まずバタフライエフェクトっていうのは、いわゆる風が吹くと桶屋が儲かるっていう、一つの物事が起こるとそれに従ってまた次の物事につながっていく、なんていうのかな、ドミノ倒しのように次へと物事が伝わっていくことですね。だからこれを考えた人がいなければこれはないとか、例えばエジソンがいなければ電気はないとか、電気はないとインターネットはないとか、そういうふうに関連づけて考えていくわけですね。なるほど。もともとの語源ってあれ確かなんかアマゾンかなんかの蝶が羽をペタッと一振りすればそれが世界の経済にみたいな、そんな話ですよね。でそれを突き詰めていくとグーテンベルクに行った。そうですね。なんかすごい話です。それが、例えばロックンロールのベースラインって誰が考えたんだろうとかですね、みんなが弾いてますよね、ベースライン。ベースラインっていうのはダン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 っていうロックンロールで使われるベースラインはいろんな人が使ってるわけですよね。そういう、じゃあそれ誰が始めたんだろうとか、じゃあロックンロールっていつからできたんだろうとか、そういうことを探っていく中で、ブルース、ジャズ、そういう源流に入っていったんですね。なるほど。じゃあブルースはいつからなんだろうっていうと、結局はアメリカの黒人の音楽ってなって、じゃあアメリカの黒人はいつからそれやってるんだろうっていうと、1619って今言われてる1619プロジェクトってアメリカで出てるんですけど、その1619年をアメリカの黒人の建国記念日としようっていう、それでアメリカ社会を黒人が支えてきたっていう、そういうプロジェクトがあるんですよ。なかなか日本にそれ入ってこないんです。ただそれは確かにそう言われてみると経済も奴隷が支えてきたわけですね。確かに。そういうのがあって、その1619っていう、じゃあそれ以前にブルースはなかったのかとかって考えていくと、そこで出てきたのが賛美歌なんですよね。奴隷は賛美歌を聴いて、でそこからブルースにつながっていくんですけど、ゴスペルみたいなのを想像すればいいんですか。そう、ゴスペルみたいな、スピリチュアルって言われてる。じゃあその賛美歌はどこから来たかっていうと、ヨーロッパからプロテスタントの人たちができたわけですよね。でそこでちょっと余談ですが、この間ローマ法の葬式の時に BBC の放送でグレゴリオ聖歌が流れてたんですけど、で同時通訳の人が今賛美歌が終了しましたって言っちゃったんですよ。賛美歌が終了しました。グレゴリオ聖歌の歌が終わった時にですね。でそれは賛美歌じゃないだろうって思ったんですよね。グレゴリオ聖歌は別物ですね。グレゴリオ聖歌はその賛美歌じゃないわけですね。そのきっかけを作ったのは誰だろうって考えていくと、これルターなんですよ。
で中学高校の世界史に出てきたルターの宗教改革ですね。でその頃はそんなもん自分には関係ないと思ってたわけですけど、実はすごい大きな関係があったんですね。ルターの宗教改革がなければ賛美歌は出てこなかったんですよ。じゃあなんでルターの宗教改革が起こったかっていうと、これが印刷機なんですよね。でルターの考えをプリントアウトして配布したことによって、ヨーロッパにその考えが伝わって、でみんなが賛同して改革が起きたっていう、今でいう SNS みたいなそういう位置づけですね。そうか、情報、印刷機によって印刷されたもので、そういう情報が伝わって、みんながその考え方に賛同しましたよっていう。そうですね。それでたくさんの人がそれに賛同したことによって、社会が動いたわけですよね。なるほど。だから今例えば中東とかああいうところで SNS から暴動が起きたりするっていう、それに近いものがあるんですけど、でその印刷機を作ったのがグーテンベルクなんですね。なるほど。そこまでは遡ったんですね。ということは、そっか、本当の音楽のその源流はどこかっていうと、そのグーテンベルクの発明した活版印刷機。だからグーテンベルクがいなかったらロックンロールはないんですよ。まず賛美歌がありますと。でその賛美歌がアメリカに渡りました。でゴスペルとか黒人がああいう形で黒人霊歌みたいなのを歌い出しました。それからどんどんブルースだ、リズム&ブルースだとなって最後のロックンロールに行き着いたと。それでグーテンベルクのロックンロールという。そうですね。このタイトルはメディア学者のマーシャル・マクルーハンっていう人が、グーテンベルクの銀河系という本を書いてるんですね。これがまた難しい本なんですけども、難しいですね。メディアの世界ではやっぱりそのグーテンベルクの印刷機っていうものが原点になってるんですね。それによってその後の社会が変わっていったっていう。だからそれをちょっと借りてきたんですね。音楽にとってはやっぱり音楽でもそこが原点だなっていう、そういう考え方ですね。マクルーハンってメディアは身体拡張させるみたいなそんなような。そうですね。ホットなメディアとかクールなメディアとかって言ってこんなにインターネットが普及する前に亡くなったんですけども、そのインターネット社会を見事に予測してたんですよね。確かそうですよね。90年代インターネットが始まった頃に、やっぱメディア論でしっきりにマクルーハンのことが言われてましたもんね。僕も90年代マルチメディアをやってたんで、そこでマクルーハンにはまったんですね。それでそれがどっかで結びついたんですね。音楽と。なるほどね。でいろいろ調べていくうちにどんどん横道にそれていっちゃうんです。ここにもつながってるのかとか、これも印刷機なのかっていうのがどんどん出てくるんで、それは非常に面白くて、NHK のバタフライエフェクトの番組で取り上げてほしいなって思うんですけど。NHK のありますね、バタフライエフェクト。あれでやってほしいなっていうくらい、音楽だけじゃなくて、もう例えばメガネとかですね。メガネ。印刷機ができると書籍ができますよね。と本を読みますよね。と目が悪くなるんです。とメガネの需要が出てきて、レンズの研究が盛んになって、でメガネが市場に出るわけです。なるほど。そうするとレンズの研究が進むと望遠鏡が性能良くなるんですよ。そうすると天文学が進むわけですね。なるほど。それからレンズの研究が進んで顕微鏡が出てくるわけですね。それで生物学だとかそういうところがまた発見をしていくんですね。これ全部つながってくるんですね。すごい広がりますね。そうなんですよ。だからグーテンベルクの発明っていうのはものすごい発明になっていって、なるほど。それだけで一つ番組できちゃうかなっていう。一つ余談いいですか。やっぱり活版印刷機っていうもので僕ね、2年ほど前に、その隠れキリシタンの足跡をたどりたくて長崎旅行行って、でいろんな資料館回っ
ってたんですよ、うん現地で。そうすると剣王、剣王少年使節団あ4人の少年がヨーロッパをね、えに行ったっていう話があって、で彼らも半年ぐらいだったかな、1年だったかな、ちょっとよく覚えてませんけど、行って帰ってきて、でその時にやっぱり活版印刷機を持って帰ってきてるんですよ。あでその後活版印刷機で、コレジオ、カレッジの語源だと思うんだけど、コレジオっていうその宗教的な学校で、その教科書とか、あと聖書とかっていうのを印刷してるんですよね、実際に。でそこでじゃあ日本で活版印刷機がドカンとじゃあ日本中に広がったかっていうと広がってないんですよ。そうですね。ちょうど戦国時代で多分同じ時期に種子島に鉄砲が漂着して、鉄砲はほら戦国時代だからドワーッと広がったわけじゃないですか、すごい勢いで。で最近NHK の大河ドラマで「蔦屋十三郎」ってやってますけど、あれ未だに版木掘ってるじゃないですか。実はもうすでに活版印刷機日本に入ってきたのにもう江戸時代の末期の話ですよね、スタジオの話って。にもかかわらず未だに版木を掘ってるっていうのは、これは仮に戦国時代じゃなくて、あの時が例えばなんか文化立国だったらね、日本がもうすっごい勢いで活版印刷機日本に広がったんじゃないかな。そうですね。と資料館見てずっと思いながら見てたんですよね。活版印刷機でグーテンベルクが聖書を印刷したんですよね。でグーテンベルク聖書って言われてるんですけど、同じ時期にコーランを印刷しようとしたらしいんですよ。なんかそういう人がいたんですよね。グーテンベルクじゃなくて、そのグーテンベルク聖書のヒットを見て、なるほど。そしたらそれはイスラム教では許されないことで、偶像崇拝になるんですか？ダメらしいんです。それで全然それは世に出なかったって言われてます。イスラム社会の人は使わなかったかもしれないですね。そっか、そういうのがあるのか。なるほどね。日本は何でもやっぱり日本社会って閉鎖的なところがあるんで、新しいものにあんまり飛びつかないんですよね。ですよね。でもグーテンベルクも今みたいにできたって言ってポンと世に出してすぐヒットしたわけではないんで。当時も。実はグーテンベルクって借金を抱えてたんですよね。莫大な借金を抱えてこれを作っていて、で結局権利はみんなその借金取りに持ってかれちゃうんですよね。その活版印刷機の権利が。それで死んでからですよね、本人がこういうふうに世に出始めたのは。またちょっと冗談になりますが、グーテンベルクの記録っていうのがですね、この時代いつどこにいたかとかって記録が残ってるんですけど、実はグーテンベルクって悪いやつで人の奥さんに手を出したり借金したりで裁判をいっぱいやってたんですね。それで本当のそのグーテンベルク研究家っていう人はドイツまで行ってその当時の裁判記録を参照するらしいんですよ。そうするとそこにいつグーテンベルクがどこにいたかっていう記録が全部残ってるらしいですよ。だってすごい14世紀か15世紀ぐらいの話でしょ。その時代にドイツはすごい裁判記録を残していたっていうのもすごいなと思ったんですけど、そういうなんか悪さをしたのが500年後まで残ってしまうっていうのも怖いなと。すごい世界ですね。なるほど。で活版印刷機って具体的にどういうところが革命的だったんですかね？それまでの印刷は石とか木に彫って原版を作ったらばそれ使い捨てなわけですよね。活版印刷機は活字を組んでいくことによってその印刷が終わったら活字をばらしてまた新たな文章が作れていけるっていうやり方ですね。この方式はつい最近まで日本でもやっ
てましたね。ん神田あたりの印刷屋さんに行くともういっぱいこういわゆる集団就職先ですよね、昭和の。はいはいはい、皆さん活字を集めてこう、はい新聞もそうでしたよね、はいはい、つい最近まで、これを変えたのは多分アップルですね。いやその前に社食ってのあるじゃないですか。社食もありますね、だから活版印刷があって社食があって、その後アップルがそうレーザーライターに出てくるという今でも新橋とかに行くと名刺を活版印刷で作ってくれるとこが残ってますよね。それなんかそういうふうに味があるとかそんな感じなんですかね。そうみたいです、なるほど。活字を入れ替えることによって何回も使えるっていうことですね。他にもそういうものってなんかあるかもしれないですけど、それが画期的だったっていうことですね。なるほどね。でそれによってこう多分ちょっと時間はかかってるんですね。その最初は聖書を作ってその聖書が衝撃的でこんなことができるんだっていうふうになって、それからこうみんなが少しずつ使うようになっていって、でこのもう一つのバタフライエフェクトとしては、その書籍ができることによって図書館ができるんですね。これかなり後になるんですけども、それによってその知識の蓄積アーカイブができるようになって、でそれまでも科学者みたいな人はいたんですけども、自分の世代で研究は終わってたわけですね。それを書籍で残すことによって違う次の世代の全然違う国にいる人たち、いろんな人たちがそれを伝承できるようになって、そこからその次のステップにこう研究が進んでいくっていう、だから本当に近代化のきっかけですよね。そういうものにもなってたわけですね。なるほどね。そこはすごいとこですね。それがやっぱりメディアのルーツとして考えられるとこだと思うんですけど、なるほどね。その知識をパッケージにして流通するっていうやり方ですね。そういうことがここから始まってるわけです。で次にルターに行くんですけどもこれ本題に入ると思っていいんですか？だんだん、そうですね、次のステップに行きますね。でこれはその世界史の授業に出てきたルターの宗教改革なんですけど、そんなこと高校生に言ったってピンとこないですよね。日本の高校生それを聞いてもなんだこれとしか思ってなかったんですが、それと抱き合わせになってた言葉として免罪符っていう言葉を覚えてますか？免罪符。でも免罪符っていう言葉自体は今いろんなところで使われますよね。そう使ってますよね。で結局ルターはそのカトリックの教会が堕落していって免罪符を売って金儲けに走ってるっていう、そういうことに対して不満を持っていたわけですね。でそれに対してその95箇条の改革要求をしたわけです。で95箇条これ喋っただけじゃ伝わんないですよね。なるほど。でそれを印刷したんですね。なるほどね。でそれをヨーロッパ中に配ったわけですね。ヨーロッパ中って言ってもドイツが多かったわけですけど、それによってそのカトリック教会が動いたわけですね。でそこからローマンカトリックっていう、カトリックとプロテスタントに分かれていくわけですね。僕はこれローマンカトリックって覚えるようにしてるんですよ。そうするとローマのカトリックで覚えられるんで。普通にカトリックっていうとどっちがドイツだったかなって分かんなくなった時のために。なるほど。プロテスタントはドイツなんですよね。なるほど。だからローマンカトリックって覚えておけば、いつもカトリックはローマなんだなっていうイメージが自分の中にできてくるんで、ここでカトリックとプロテスタントに分かれるんですが、ここで今度音楽史の授業になってくるんですけど、通常クラシックの音楽史っていうのはだいたいグレゴリオ聖歌から始まるんですね。そうですか。
古いとその前はまた、紀元前の音楽もあるんですけど、大体今の音楽のルーツとしてはグレゴリオ聖歌っていうのが出てくるんですけど、それなんかバロック以前みたいなそうですくくりで、で実はこれ80年代後半だったかな、これにリズムをつけて大ヒットしたんですよ。ニューエイジの時代です。ニューエイジが流行った時代にグレゴリオ聖歌にリズムをエニグマで、それでグレゴリオ聖歌は一気にこう人気が出ちゃったんですけど、それまでグレゴリオ聖歌の CD なんて普通の人は買わなかったですよね。そうですよね。でこのグレゴリオ聖歌っていうのはこれすごいのは最初は単音なんですよ。和音じゃなかったんです。和音になるまで1000年かかってるんです。和音が出たのっていつぐらい？和音になったのもっと後ですね。何年だったかな。要はハーモニーってことですよね。そうですね。それは今度音楽史の授業になってくるんですけど。そうか、最初グレゴリオ聖歌ってそうですよね。でその和音になり始めてからがいわゆるクラシック音楽の世界にこう入っていくんですけど。グレゴリオ聖歌ってそうですよ。実はです私ね、グレゴリオ聖歌の譜面ってあるじゃないですか、ネウマ譜っていうネウマ譜あれのね、原版というか原曲持ってるんですよ。で家に飾ってあるんですけども、部屋にあれ実は例えばみんなね10人とかでこう一斉にユニゾンで歌うんですよね。でそれをこうみんなが一つの楽譜を見る、要するに羊の皮の上にこうスタンプでバーコードみたいなバーコードっていうのか横棒ピアノロールの棒みたいなのが書いてあるわけですよね。そういう楽譜しかなくてそれで印刷できないから当時は巨大な書籍みたいなこうものをこうやって前でめくってで大きな羊の皮に書いてこうめくってそれをなんかみんなで見るんですよね。それでしながらみんなで歌うっていうね。そうですね。確か、そのねネウマ法を作った人はカール大帝って言われる人で、これ800年大体800年前後なんですけど、この話始めるとローマ帝国まで行っちゃうんですけど西ローマ帝国がはしょりましょうか崩壊したのをカール大帝が助けるわけですね。カール大帝はその芸術にすごく興味があってでそのローマでしか歌われなかったグレゴリオ聖歌をヨーロッパ全土に普及したいっていうんでネウマ法を作ったんですよ。そういうことなんですか。それでだからある意味印刷機と一緒ですよね。その紙媒体に記録されることによって遠隔地にそれがこう運ばれていくっていう。でもあれ全部手書きであとスタンプみたいなので押していくそうです。一個一個作るわけですもんね。それによってグレゴリオ聖歌はこう普及していったんですけど、また余談ですがこのカール大帝の時代800年前後にヨーロッパはドイツフランスイタリアができるんですよ。そこがスタートなんです。カール大帝が自分の息子に領土を譲るわけですね。そこでドイツフランスイタリア分かれるわけです。イタリアはもともとローマ帝国から来てるんですけど、そこでドイツフランスができるんですよね。800年なんで日本の歴史から考えたらなんか日本の方が古いですよね。日本って800年ってどれぐらい？あれ平安ぐらいですか。平安ぐらいですか。どうだろうな。確かね、この前の大河ドラマと同じぐらいだと思ったな。いい国作ろう鎌倉幕府が1100年だから平安ぐらいちょっと前ぐらいですか。平安ぐらいですかね。そうやって考えていくと音楽史はだんだん面白くなってくるんですけどそれは置いといて、でカトリックの世界はそのグレゴリオ聖歌を教会で歌うわけですね。でカトリックの場合には、典礼といって
順番にこう決まった歌を歌っていくんですよね、神様の前で。はいはい。でルターはその宗教改革でプロテスタントになって、で自分の教会ではそのグリゴリオ聖歌を使いたくないんですよ。もともとカトリックの歌です。カトリックの、なるほど。だからそれは使いたくないんで、そこでルターはコラールっていう音楽を作るんですね。はい。これドイツ語で歌うんですよ。でルターは作曲家でもあったんで、コラールっていう音楽を始めるんです。でこのコラールがいわゆるドイツ音楽で言われる宗教音楽のルーツになっていくんですね。バッハ、ドイツ宗教音楽って言ったらバッハですね。バッハですね。大砲もバッハって言われてますね。このバッハはこのコラールを発展させていったわけですよね。あ、そうなんですか。それがそれからあの時代のいわゆる賛美歌って言われる音楽はこのコラールから来てるわけです。なるほど。だからグレゴリオ聖歌を賛美歌って言っちゃいけないってことですね。そうですよね。でこのグレゴリオ聖歌は実はちょっと衰退していくんです。というのはその一般市民が歌える歌ではないんで、宗教の歌なんで、コラールは逆にみんなが歌うんですよ。賛美歌って教会に集まった人がみんな自分で歌いますね。でそういうものがこうどんどん社会に浸透していくわけです。でここはまた面白い話はいっぱいあるんですけどそれはちょっと置いといて、でその前にですね、ちょっと音楽の話をもう一つしておくと、この楽譜の印刷っていうのが始まるんです。これ大体1500年ぐらいなんですけど、ペトルッチっていう人がグーテンベルクのやり方を継承してこの楽譜を作るわけですね。でこれによってその書籍が広まったように音楽が紙に記録されて、それでこう流通するっていうことが始まるんですね。この時代に音楽出版社っていう産業が出てくるわけですね。なるほどね。それから印刷することによって作曲家っていう職業が確立されていったんですね。印刷すると名前を正確に印刷しなければいけないんで、例えばライトって GH がつくのとつかないのとありますよね。そういうそのどっちでも取れるようなものはどっちかにしなきゃいけなくなるわけですよ。それでその印刷をすることによってそういう名前がどっちかにこう特定されていくわけですね。それで作曲家っていう名前が載るようになるわけですね。その名前を正確に伝えるため？いやそうですね、どっちにしますかみたいな話になるんじゃないですか。それまではあんまり作曲家って書かなかったわけですよね。そっか。でもじゃあ書くんだったらどっちにしましょうかみたいな話になって、それでそのこう一つに私は GH がつく方ですそうですね、そういう感じみたいなるほど。でここでちょうどモーツァルトの時代になって、これはモーツァルトの楽譜が手書き楽譜っていうのが残ってるんですけど、この印刷ができるまでは作曲家は自分で五線を弾いてたんですよ、一本ずつ。でその印刷された五線が発売されたんで、モーツァルトはそれを使うんですね。ところがヨーロッパ中どこでもそれが手に入るわけじゃないんで、そのモーツァルトの実質楽譜を研究してる人たちはそのモーツァルトのどっちを使ってるかですね、印刷された五線に書いてるのか自分で線を引いてるのかによってどこにいたかが分かるっていうんですね。なるほど。これは当時モーツァルトはこの地域で書いてたとかってそういうことがそれでこう立証されていってるって言われてますね。そうか、モーツァルトでパトロンを求めていろいろ結構ねあちこち行ってますね。だから地域によっては、イタリアに行けば多分手に入ったんじゃないですかね。なるほどね。
まあそれによって結局楽譜ビジネスっていうものがまあ始まったわけですね。これはもう CD が録音が出るまでずっと音楽は紙でこう流通されていくわけですね。それって消費者はええ、一般市民、当時は宮廷で演奏されるんで、うんその貴族が買って自分のとこで演奏したりとかですね。あとはその貸し借りだったんですね。貴族がその演奏会に招待されて「あ、この曲いいね」って「じゃあうちでもやりたいから楽譜を貸してください」みたいな、そういうやり取りをしてたみたいで、そこからその仲介に入ったのが音楽出版社で、何回貸していくらみたいなお金を取るようになっていくみたいですね。あと楽譜えというものを、ええまあ、レンタルするみたいな、レンタルそんなイメージ。その仲介から音楽出版社が出てきたんですね。へえ。だからまあオーケストラもみんなお抱えオーケストラですから、い今みたいにこう自主公演とかやるわけじゃないんで、うんそういう貴族同士の間でやり取りされるものがだんだんこうまあ一般市民が音楽をやるまではもうちょっと時間がかかるんですよ。メンデルスゾーンが出てこないとダメなんですけど、まだ貴族のものであったまとだ貴族のものなんで、うんそれでもまあ楽譜っていうものは残っていくんで、なるほでこれは今のミュージシャンはエジソンによってこうちょっと堕落したんですね。昔の人は譜面で全部音のやり取りをしてたんですね。ど。だから電車に乗ってもスコア見てれば音が鳴ってバッテリーがなくなる心配とかネットがつながる心配しなくていいわけですね。音は鳴るってさ、頭の中に頭の中で鳴るわけですよね。それなんかそこまでの才能があれば訓練されてなきゃいけないんじゃないですか。それはでもこの当時のミュージシャンはそれができなければ音楽ができなかったんで、ああなるほど。それ必須だったわけですよね。だからそれが普通だったんじゃないですか、音楽をやる人は。音楽をやる人はみんな、そっかそっか、楽譜を見ればもう頭の中で、今でいうヘッドアレンジみたいなことができてしまうような。そうですよね。ね今でもまあ時々そういう人いますけど、うん、ちょっと変わった人って言われちゃう。いやそうなんですかヘッドアレンジする人がすごいですよ。楽器も何もないのに頭の中でアレンジわーって楽譜書いてしていく人っていうのはそうですね。だからとんでもない才能のように思いやっぱりエますけどね。ジソンがみんなの音楽才能を劣化させていったんですよね。なるほど、そういうことか。あ今じゃもう生成 AI でどんどん劣化させていく。まあこういう発明が出ると結局そうなっていくんですよね。いやこのグーテンベルクの印刷機が出る前はみんな手書きだったんですよね。そうすると大学の近所には教科書の手書きで写すっていうそういう職業が成立してて、で大学の教科書をまあそこへ持っていくと全部手書きで作ってくれるっていうそういう仕事があったらしいですね。運転免許証の周りに大書屋がいっぱいあるみたいな。まあ今だったら VHS のテープ持っていくと DVD に焼いてくれますみたいな、そういうあれでしょうね。なるほど。まあでもそういう話になってくると写真と印刷とかまた、そういうのと同じことが起こる。なるほどね。まあ結局印刷っていうのはそうやっぱ本と同じように音楽を変えていくんですけど、でここからいよいよ海を渡る話になっていくんですけど、どうでしょうね。海を渡る、もうアメリカ行っちゃうんですか、もしかしたら。アメリカ行っちゃいましょうか。アメリカ行きましょうかね。年代的にはどれぐらいの話なんですか。1600年代ですね。当然その新大陸ということで、そうですね。ピューリタンとか、ああいう話。でここはまあ教科書的に言うとメイフラワー号が行ったっていうのが一番分かりやすい、時期的には分かりやすいんですが、実はその前から行ってるんですね。前からちょっと前からみんな行ってるんですよ。だからある程度受け入れ体制ができたところにメイフラワー号は行ってるんですね。でこれがですね、
よく言われるのはそのアメリカを作ったのはプロテスタントだから、だから黒人に冷たく当たって、だからブルースができたっていう言い方をするんですけど、そのプロテスタントは厳しいんで、自分たちの文化を押し付けるわけですね。でキューバはカトリックだから奴隷とスペインのオーケストラが共演してラテン音楽ができたって言われてるんですよ。でそういうふうにプロテスタントとカトリックっていうのはこう区別されていってたんですけど、実はアメリカに最初に入ったのはスペインポルトガルなんで、最初はカトリックなんですよ。そっか、そうですよね、最初は、歴史をたどっていくとアメリカの中ではカトリックの方が本当は古いんです。でもこのピューリタンが入ってくる時からこれはプロテスタントになっていくんですね。でもその後争い起きますもん。アメリカとメキシコが戦争したりするの、あれはそっか、カトリックとあれどうでしょうね。ただヨーロッパではカトリックプロテスタントって殺し合ったりしてましたよね。魔女狩りみたいな話ですか。あとなんだっけな、ちょっと出てこないんですけど、フランスで宮廷のなんか誰かの結婚式の時に首を切ったみたいな、そんな話が出てくるんですけど、やっぱりそういうカトリックプロテスタントっていうのはこう仲悪くて、この前2週間ぐらい前のニュースでイギリス王がローマ法王にあったっていうニュースでやってて、500年ぶりの快挙って言ってましたね。なるほど。それはその宗教改革の後イギリスはカトリックからプロテスタントにですよね。それがヘンリー8世なんですよ。6人の奥さんを持ってた人ですね。でそこで喧嘩別れして以来500年ぶりに再会っていうニュースでやってましたね。だから僕はそれ見た時にフェイスブックにイエスの曲をつけたんですけどね。リック・ウェクマン分かる人しか分からない。分かる人しか分かんないだろうなと思ったんですけど。解説しますと、イエスっていうロックバンドのリック・ウェイクマンっていうキーボード奏者がヘンリー8世と6人の妻というアルバムを作ったんです。はいどうぞ。それ以来っていうのはすごいことだなと思ったんですけど、だから厳密に言うとアメリカの中ではカトリックの方が古いんですけども、この後この1600年代からあと主流になっていくのはそのプロテスタントの社会ですね。でピューリタンは1620年なんですけど、もうさっき言った1619プロジェクト1619年にもう奴隷貿易は始まってるんですね。そうか、ピューリタンが1600年1620年メイフラワーですね。じゃあそれ以前からもう、これ以前にジョージタウンっていう町ができていて、イギリス人はすでに向こうで生活をしてるわけです。ただ最初に行った人たちはなんでイギリス人が行ったかっていうと、それまでスペイン人が南米とか行って金銀財宝をみんな取ってきてたわけですよ。でアメリカもそれを狙ったんですね。でいち早くアメリカに行けば金が取れるんじゃないかって、それでみんなが行ったんですけど金は取れなかったんですよ。イギリスからアメリカに金を取りに行こうとしたわけですね。そうですね。でスペインはそうやってあちこちから金銀財宝を自分のとこに持ってきてたわけですよね。でそれを狙ったわけですね。ただ全然取れなくて、で結構寒いんですよ、そのボストンの上の方っていうのは。で冬も天気が悪いし、どんどん人がいなくなっていって数百人にまでなったところに、地元のインディアンに助けられるんですね。で地元のインディアンからタバコだったかな、なんかそういう栽培の仕方を教わるんですね。でその残った数百人がそれを始めて、それで生き延びたんですよ。そ
そうなんですか。でそこで世話になってんのに結局インディアンは全部やっつけちゃったんですけどね。いやいやいや、まあ、はい。でそれで生き残ったところにこのピューリタンがこう行くわけですよね。ああ、そうなんですか。でこの時代、宗教改革の後ですからヨーロッパはそこからバッハがコラールを進めて、いわゆる賛美歌ですね。でその後音楽は発展していくわけですよ、ヨーロッパの社会では。同じ時期にアメリカは発展しないんですね、この後。ヨーロッパはバロックですね、バッハっていうのと、あとはロマン派とかっていうと古典派ロマン派っていくわけですけど、アメリカはそうならなかったんです。ならなかったと。賛美歌は歌ってるんですけど、賛美歌は入ってきて教会で、ああなるほど。でそれはやっぱりヨーロッパの音楽っていうのは宮廷や貴族の支援があったから発展したんですね。パトロンがいたんですね。なるほど。アメリカに移った人はそれどころじゃないんですよ。もう生きていくのに精一杯で、農業を一生懸命やんないと生きていけない。で貴族もパトロンもいないんで、音楽やってる場合じゃなかったわけです、ね。なるほど。だからアメリカの白人社会では音楽は発展していってないんです。せいぜいカントリーのルーツって言われてるヒルビリーのルーツですね。ヨーロッパから持ち込んだバラードとか、ポルカとか、そういう音楽が農業の合間に歌われていて、それがそのアメリカンフォークのルーツになっていったって言われてるんですけど、そのヨーロッパのような音楽の発展はしていないんですね。で先ほど黒人奴隷貿易の話がされましたよね。で片や、白人は教会で賛美歌歌ってますって、これ当然黒人との要するに交わりがあって、そこで音楽的な何かつながりも出てくるんじゃないですか。プロテスタントの人たちは黒人に自分たちの生活様式を押し付けるわけですね。で黒人の文化を認めないんですね。ですから日曜日は教会に行かせるわけです。ああ、なるほど。と日曜日教会に行って賛美歌を歌うっていう、それを続けるわけですね。でそこで辛い仕事をしてる黒人たちは、その賛美歌に助けを求めるようになっていくんです。神の助けを。でそこから出てくるのがいわゆる黒人霊歌って言われるスピリチュアルっていう音楽が出てくるんですね。で一般的にゴスペルって言われてあれとは違うんですか。ゴスペルはですね、厳密に言うと20世紀になってからゴスペルになってるんですけど、それはねもうちょっとしたら出てきます。わかりました。南北戦争直後ですね。じゃあ今はスピリチュアルということで。スピリチュアル。でその教会で歌うのは賛美歌なんですけど、これは結果として賛美歌っていうのはその音楽理論にすごく沿って作られてるわけですね。主要三和音っていうのが出てくるわけですね。最後アーメンで終わる。これサブノミナントケイデンスなんですけど、アーメン終止とか言われる。アーメンカデンザって言われるんです。でこれをちゃんと歌っているんで主要三和音がみんな頭に入っちゃうわけですね。なるほど。でこの主要三和音っていうのがブルースとかロックンロールで使われてる3つの3コードになっていく。3コードになっていく。なるほどね。ここがつながるんですね。でこれがですね、例えばポール・マッカートニーとか、ジョン・レノンとか、いい曲を書く人たちはみんなロックンロールから入ってるんですよ。日本人もロカビリーとか矢沢永吉をはじめ、あの時代サザンの桑田、ユーミンを含め70年代バンドやってる人はみんなロックンロールから入ってるんですよ。だから普通は音楽大学に行って作曲の講座で勉強する
主要3和音っていうのを勉強せずに好きで覚えてるんですよ。うんで特に60年代はギター買ってきてコード3つ覚えたらはいバンドができたわけですね。はいはいでこの3つのコードを弾いてるうちにその3つのコードから自分で曲を作り始める。なるこれ本当にだから音大の作曲の授業になるわけですね。ほどなるほど、でそれを好きでみんなやってるわけですよ。はいはいはい。だからちゃんといい曲が作れるようになるわけですよね。おーそれが崩れるのは80年代のヒップホップが出てからですね。まあその話はまただから最近いい曲がないっていうふうになるんですけど、まあそれは先に言ったら言いましょうか。はい。まあだからここでそまあのつながると主要いうか、 3和音っていうのがこうアメリカに入ってきて黒人とこう合体したわけですで今後その後のロックとか、ね。ジャズとかそこにもつながっていくんですね。まあブルース、ブルースにつながっていくんですね。ブルースにつながってえからまあジャズだロックだっていうふうにえいくという。そうですね。なるほどね。だからはい例えば頭ツンツンにしてヘビメタ青年がクラシックなんか聴いてらんねえって言いながらモーツァルトと同じコード進行を使ってるっていうそういうことが起こってるわけですよ。なるほど。そっか。それは今聴いてる音楽パンクだろうがなんだろうが全部このつながりから始まってるってことですね。ああなるほどね。でもう一つそのフィールドホラーっていうフィールドハラーとかホラーって言われるんですけど、労働歌っていうのがあって、これは働きながらこう木を切りながらとかこうまあコール&レスポンスのようなそういう歌ですね。そういうものが出てくるんですね。働きながら歌うような歌。でこのスピリチュアルとフィールドホラーっていうのがそれから100年以上続くわけですね。黒人の生活の中で。ああなるほどね。でこういうものが南北戦争以後にいうんわゆるブルースにつながっていくんですけども。わかりました。じゃあちょっとまあ時間も結構押してきてるんで、第1回はその南北戦争前のアメリカの状況、でこれからはその南北戦争以後どういうふうにこうまあロックやジャズごめんなさいブルースやになって、ここで一人スーパースターが登場するんです。スーパースターってどう？ヨーロッパでも活躍してたスーパースターが活躍してそれがその後の音楽を変えていく人が出てくるんですよ。じゃあそれは次回のお楽しみということで、南北戦争前夜みたいな感じですね。わかりました。はい、今日は有馬智明さんにグーテンベルグのロックンロールという題で、その第1回目ですね。1回目ですね。なんかこれすっごくなんか100回ぐらい続きそうですね。千夜一夜物語のまあでもすっごい面白い話なんで、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。